欧州合戦により長きにわたる戦いの時代は終わりました。この頃、京都ではある噂で持ちきりです。ついに源頼朝が上洛してくる。平治の乱によって伊豆に入るとなってから32年も過ぎた今、頼朝は再び京都の土を踏むんでした。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は頼朝の政治についてお話ししていきます。前回お話しした欧州合戦によって戦いは終わり、戦乱の世から平穏な世へと変わっていきます。ということで、この動画以降は何回かに分けて頼朝から続く頼家、実朝の源氏が将軍だった頃に起こった出来事をお話ししていきます。今回お話しするのは頼朝の頃の話です。しかし、頼朝の場合は富士川の戦い以降、源平合戦にほぼ登場していなかったんで、その後何をしていたかがよくわからないところもあると思います。なのでまずは富士川の戦いまで時間を戻しましょう。水鳥の羽音によって平家が驚いて撤退し、義経と再会するのが富士川の戦いでしたよね。この戦いの後、頼朝は逃げた平家を追いかけ、滅ぼしたい気持ちを抑えて東国へと戻り、地盤を固めることに力を入れます。源平合戦の解説ではそこら辺を詳しく見ていなかったんで、ここから話を始めていきます。歴史を勉強していたら、御恩と奉公という言葉を聞いたことがあると思います。鎌倉幕府の仕組みを表す言葉ですね。鎌倉幕府には将軍とその将軍に従う御家人という人たちがいて、将軍が御家人の土地を認めることを御恩、御家人が将軍に仕えることを奉公と言います。この頃の武士たちは自分の土地を自分のものだと認めてもらうために、頼朝のところへと来て、頼朝からお前の土地だと認めてもらいます。これが本領安堵です。しかし、頼朝もただでは認めてあげません。警備や戦いなどの仕事をしてもらうんです。こういった関係で鎌倉幕府は成り立っていたんですが、特にいい働きをした御家人には新しく土地をあげました。これが新恩給与ですね。この仕組みを続けていたら、頼朝のもとにたくさんの人々が訪れて、土地の所有権を認めてもらおうとします。すると御家人がどんどん増えていきますんで、御家人を管理するのが難しくなりますよね。ということで、頼朝は御家人を管理する機関を作りました。これが侍所です。この侍所の初代別当、つまり人事部部長になったのが和田義盛です。和田義盛は頼朝が挙兵した頃から侍所の別当になりたいと言っていたんで、念願が叶った形ですね。ちなみにこの翌年に頼朝と政子の間に長男の頼家が生まれます。さて、侍所といえば他にも鎌倉幕府の仕組みを表す言葉がありましたよね。公文書と文中書です。公文書は公的な文書を作る場所なんで、一般政務や財政を担当しました。後に政治を担当する場所である政所に吸収されます。文中所は訴訟や裁判を担当した機関です。裁判の時に質問した注意点を記録しておく場所ですね。この頃の東国武士は大半が文字を読み書きできなかったらしいんですが、政治や裁判をするときに文字の読み書きができないと困ります。ここで登場するのが大江広元と三好康信ですね。大江広元は中原の親吉という兄がいたんですが、兄は鎌倉、弟は京都と分かれて暮らしていました。その時、京都に木曽義仲がやってきて、義仲追悼のために鎌倉から義経がやってきます。この時、中原の親吉は一緒に京都へとやってくるんです。ここで弟に、お前も鎌倉に来いよって感じのことを言ったんでしょうね。大江広元は鎌倉へと行き、頼朝のために働き始めました。三好康信は頼朝が子供の頃からの友達です。伊豆に島流しになった後も手紙を書いて、京都の情報を流し続けていたんで、頼朝から大きな信頼を得ていました。その功績もあって、頼朝から鎌倉へとスカウトされるんです。そうして、大江広元が政所の初代別当を、三好康信が文中所の初代執事を務めていきます。さて、やっと話が追いついてきました。壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼした後、頼朝は5年間で義経と奥州藤原氏も滅ぼします。これによって幕府の支配領域は大きく広がり、頼朝が京都へと行っている間に義経と奥州藤原氏が攻めてくる心配もなくなりました。ついに頼朝は1190年11月に京都へと向かうんです。頼朝が京都へ行った理由ですが、この頃義経逮捕のために全国に守護地頭を置いていました。しかし義経が死んだ今、朝廷としては守護地頭を置いておく必要がなくなったんです。このまま放っておいたら朝廷が頼朝に守護地頭を引き上げろと言ってくるのは時間の問題でしょう。そうなるとせっかくの全国支配を手放すことになるんで、頼朝は後白河法皇と
交渉をするために京都へと行ったんです。この会談によって頼朝は守護地頭を継続しておくことを公認され、権大納言と右近衛大将に任命されます。しかし、頼朝は3日後にどちらも辞任。官職や異界によって朝廷に飼いならされる犬ではない、と世間にアピールするんです。頼朝としては、右近衛大将では不満だったんですね。彼が欲しがっていたのは、征夷大将軍の称号でした。結局、後白河法皇は、頼朝に征夷大将軍の称号を渡すことはありませんでしたが、実質的には、頼朝は東国支配を行っていたんで、征夷大将軍に任命しなかったのは、後白河法皇の最後の抵抗でしょう。しかし、1192年3月13日、後白河法皇はついに崩御します。頼朝としても、こうなることは予測しており、征夷大将軍の任命は時間の問題だと考えていました。そして、頼朝は、この年の7月、征夷大将軍に任命されるんです。こうして名実ともに鎌倉幕府が誕生することになりました。また、この年の8月には実朝が生まれています。源氏の嫡流を象徴とした御家人の統制に邪魔になる義経や奥州藤原氏などの人物は次々と排除していった頼朝ですが、ほっこりエピソードもあるんで紹介します。ある時、頼朝は富士山の裾野で巻狩りを行います。巻狩りっていうのは鹿やイノシシを包囲して狩る狩猟のことです。そんな巻狩りに頼朝の長男、頼家を連れて行きます。少しずつ鹿を追い詰めていき、頼家の放った矢によって鹿にとどめを刺すことができました。これに大喜びした頼朝はテンションが上がりすぎて、梶原景隆に鎌倉の北条政子のもとへ急いで知らせてこいと命じます。こうして梶原景隆は鎌倉へと走り、政子に頼家が鹿を飼ったと伝えるんですが、政子は武士の棟梁の跡取りが鹿を飼ったくらいで大騒ぎするな、とたしなめるんです。頼朝と北条政子の人柄や関係性がわかりやすいエピソードだと思います。話は変わりますが、義仲の長男、木曽義高を覚えているでしょうか。義仲上洛の際に頼朝のもとに人質として送られた息子です。義高は頼朝の娘である大姫の言い名付けとなり、二人はすごく仲が良かったそうなんですが、この後、義仲が頼朝と対立していくのは皆さんご存知の通りです。だんだん義高の立場も悪くなっていき、最終的には頼朝が義高を暗殺しようとします。これに気づいた大姫は義高をこっそり逃がすんですが、頼朝によって放たれた追っ手によって殺されます。しかし、言い名付けが父親によって暗殺された大姫はうつ病になり、北条政子は頼朝のせいで娘がうつ病になったと頼朝にブチ切れます。結局、義高を追いかけて殺した御家人は晒し首となってしまうんでした。そんな大姫は義高が死んだ後も義高のことを慕い続けており、頼朝は気をそらすために別の人との結婚を進めます。しかし、大姫は次にそんなことをしたら水に入って死ぬと突っぱねるんです。これによって頼朝も二度としないと謝るんですが、後に後鳥羽天皇へ自在する話が持ち上がるんです。この話も後白河法皇に寵愛されていた丹後局に翻弄されて失敗。1197年、大姫は20年間の不幸な人生に幕を閉じます。その翌年の1198年、頼朝は相模川の橋供養に参列します。しかし、その式典から帰っている時に落馬。これが原因で源頼朝は死んだと言われていますが、彼の死には多くの謎が残っており、詳しいことは分かっていません。さて、次回の動画では鎌倉幕府2代目将軍源頼家についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。